タミヤの48分の1スケール日本海軍局地戦闘機ライデンの仮組みを行います。ライデン、このチャンネルでは2回取り上げてますね。そうそう、マイクロエースの48分の1スケールとソードの72分の1スケール。今回はタミヤ版ですね。タミヤ版はマイクロエース版と同時期のキット傑作機シリーズの初期に発売された。いつ頃でしたっけ？両方とも1973年の販売となるのだ。主な違いは？まずはモールド表現に関してなんだけど、ふむふむ。タミヤはオーモールドとトツモールドのハイブリッドモールドとなっている。今は何でもオーモールドですが、トツモールドで表現した方が実機に近しい部分はあえてトツモールドにしているのかな。マイクロエースは？こちらは全てオーモールドとなる。さらにオーリベットが打たれている。その他は？操縦席の内容は同じくらいかな。座席の形はタミヤの方がリアル。なるほど。火星エンジンに関してはマイクロエースの方が精密となっている。タミヤは見えない部分は省略してるわけね。大まかな違いはこんなところだと思うのだ。一長一短というわけね。いずれにせよ後発の長谷川版が決定版となるのだ。発売時期が全然違いますからね。マイクロエースもそうなんだけど、タミヤのライデンは未だに現役で販売されている。組みやすさと適度な再現性が両立しているのでしょうね。価格も安いのも理由の一つかな。ところで、ライデンってどんな戦闘機だったの？ライデンは日本海軍の局地戦闘機で、連合国軍のコードネームはジャック。ふむふむ。高い上昇力と強力な火力を備えていて、本土防空の要の一つとして期待された。三菱が開発した海軍の陸上運用機ってわけね。冷戦の設計者でもある堀越技師を中心に高高度性能や上昇力を主眼として設計を行った。爆撃機向けに開発された火星エンジンを搭載してるのね。そのため空気抵抗を抑え込むためにエンジンを機体中央に寄せて胴体全体が防水系になるようにデザインされた。ずんぶりとした外形をしていますね。試作機の初飛行は1942年の3月。開戦3ヶ月ぐらいかしら。そうなんだけども、振動トラブルや視界不良、着陸時の機体制御難など多くの問題が顕在化したのだ。問題だらけね。これら不具合の解消に時間がかかり、実戦配備が遅れる原因となったみたい。実戦配備後はどうでしょうか？依然として視界不良などの問題点は残ってはいたが、1943年9月頃から量産が開始されたのだ。資生ライデンやライデン11型かな。今回のタミヤ版は21型ね。そうそう、最多生産タイプなのかな。量産開始された時期になると市電が生産され始めたり、市電会も開発中という時期ね。そうそう、市電や市電会の方が対戦闘機戦闘では有利となることから、こちらの生産を優先するようになったみたいね。ライデンの総生産数は600機程度ですからね。配備は油田防空を目的にボルネオのバリクパパンに配備されたのが最初みたい。その他は？本土防空専任部隊として海南、大村、岩国、鳴尾、厚木に配備されたみたい。特に厚木の302空が有名かしらね。大村の352空の稲妻マーキングも有名ですね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは上昇中のライデン21型なのだ。雲をかき分けて上昇中って感じね。では中身を開けていくのだ。薄いグレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。現山海軍航空隊所属機で鹿児島基地、第302海軍航空隊所属機で赤松中尉搭乗機、第352海軍航空隊所属機で青木中尉搭乗機となる。なるほど。部品点数は余剰パーツも含めて48点。部品点数は抑えた感じですね。ではでは、タミヤの48分の1スケール日本海軍局地戦闘機ライデン21型の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で7パーツ。ふむふむ。その他にケーキパネルと防弾ガラスがある。後ほど胴体に組み込むのね。ケーキパネルはデカール表現。パイロットはついていますね。座ってるタイプと立っているタイプがついている。次はプロペラね。プロペラは全部で4パーツ構成。プロペラをスピナーに挟んで接着する。スピナーの後ろに冷却ブレードがつくのね。次はカウリングなのだ。カウリングといっても全部だけね。カウリングは全部で3パーツ構成。プロペラ軸を刺して完成なのだ。
後ほど胴体に接着するわけね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と尾輪を挟んで接着する。ふむふむ。尾輪は後からでも大丈夫そうかな。中期状態と飛行状態のパーツがあるわけね。貼り合わせたらカウリングを取り付ける。先に組み立てていた部分で。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドになりますが、一部ですが大モールドもある。主翼はどうでしょうか？主翼は3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを接着する。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも基本的には凸モールドですが、大モールドな部分も多くあるのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造。ここはいつもと同じ感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので、操縦席の開閉選択ができない。同時にアンテナも取り付けるのね。そうなのだ。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤ、主脚、カバーの構成ね。その他にも胴体に取り付けるカバーもあるのだ。飛行形態用のカバーも別でついているわけね。親切なおまけパーツなのだ。主脚庫のマスキングにも使えるかも。次は尾輪ね。戦術通り後からでも組み込めるので、お好きなタイミングで組み込める。なるほどね。尾輪にもカバーがありますね。そうなのだ。最後は細かいパーツね。カウリング下にエアインテークコーを取り付ける。オイルクーラー用でしょうか？左右主翼に機関砲を取り付けて、左主翼にはピトー管も取り付ける。以上で終了ね。では終わりに総評なのだ。今回はタミヤの48分の1スケール日本海軍局地戦闘機雷電の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？タミヤの48分の1スケールで傑作機シリーズとなる。傑作機シリーズは1993年頃からリブートしてますね。雷電はリブート前の初期傑作機シリーズ。あえて凸モールドと大モールドのハイブリッドモールドにしてるのかな。部品点数も抑えた感じでしたね。そうそう、簡単に組み上がり初心者にも扱いやすいかも。塗装作業にも移行しやすそうね。パーツの合いが非常によく、接着剤やパテの使用を最小限に抑えられる。ストレスフリーな内容ね。値段的にはマイクロエースとほぼ同じ。それぞれ特徴的な部分がありましたね。モールドのテイストも違うので、自分の好みで選べばいいのかなと思うのだ。ふむふむ。あえての凸モールドだと思うんだけども、筋彫りの練習するのにもいいかもね。直線が多いですからね。そんな面倒なことはできない人は素直に長谷川を買いましょう。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。